こんばんは、MC パークです。ほっ。新しいジャケット買ったんですよ。かっこよくないですか？レビットっていうアメリカのメーカーですね。よし。ナイトライドですね。深夜徘徊してます。最近ちょっと昼間が忙しくてバイクに乗れなかったんで、もう12時過ぎちゃってますけども、バイク引っ張り出してね、深夜のライディングに駆り出してるわけですね。やっぱ夜のライディングっていいですよね。なんか昼間と違って慌ただしさがないっていうか、なんかこうぼんやり頭空っぽにして運転できますね。すごいなんかリラックス感がありますね、昼間と比べて。で話したいことはいくつかあるんですけど、ただの深夜の雑談会なんで、お時間ある人だけのんびり付き合ってもらえればいいなって思います。この間のカスタム紹介、いろいろコメントとか、あとね、いいねとかいろいろくれてありがとうございました。久々でしたけど嬉しかったですね。で、この間就活始めましたって言ったじゃないですか。で、つい先日ですね、初めての面接をしたわけなんですよ。で、その面接でね、自分の日本語がね、おかしくなってきてることに気づいてしまったんですよ。面接は、日本の会社とでした。Zoom ですね。Zoom でつないで面接しました。で、日本の会社だったんですけども、外資系の会社で、面接官の人が外国人だったっていうことも知ってたんで、一応全部英語で言えるように、こう、練習はしといたんですよ。で、面接始まって、で、第一印象が大切だと思って、繋がった瞬間に、ハローっつって、でかいこと言ったんですよ。そしたら、こんにちはって帰ってきて、まさかの日本語だったんですよ。外国人だったんですけど、めちゃくちゃ日本語うまいんですよ。でもそっからもう大混乱ですよね。もう覚えてきた、この、例えば志望動機だとか自己紹介だとかを、全部こう英語から日本語にね、翻訳しながら喋るもんでも日本語がめちゃくちゃになって、御社のチャレンジング精神がっていう、それはまだいいじゃないですか。よく言う言葉なんで、それはまだいいんですけど、常にマーケットのパイオニアになることを恐れず。それもまだありですよね。これがやばかった。ユニークなプロダクトストラテジーを通じてマーケットにイノベーティブなインフルエンスをとか言ってもうさ、お前日本語って感じだよね。これうさんくさい。ルー大島って覚えてます？僕と同年代かあるいはそれ以上の人ならおなじみのコメディアンの方ですね。10代の人はちょっと知らないかもしれないんですけども、英語混じりのインチキ日本語を使ってちょっとお茶の間を笑いに誘うっていう素敵なコメディアンの方で、僕がちっちゃい頃その人を見て、なんだあれってケラケラ笑ってたんですけど、あの喋り方そのまんまになってた。帰国子女ってそういうこうカタカナ混じりの日本語を使うことをネタにされがちじゃないですか。だからね、分かったのはね、そうなっちゃうってことですね。特にこう会話にテンポが求められる場合、僕の場合のその面接だとか、あとプレゼンテーションとかですね、そういった場合はこう日本語であれなんて言うんだったっけなとか考えながら喋ってると、もうテンポが悪くなっちゃって、もうそのまま言うしかないんですよ。でその結果、ああいうルー大島みたいな日本語になってしまうっていうことがね、今回分かりましたね。なのでそれ知っててほしいのは、こう帰国子女がカタカナ混じりの英語喋るじゃないですか。確かに中には調子乗ってるやつもいるかもしれないですけど、そうじゃない場合もあるっていうことをね、ちょっと覚えておいてほしいですね。その人もね、多分ね、苦労してるんですよ。こう日本語と英語のこのなんつうの、あれに日本語出てこねえ。ほんと気持ちいいですね。車が1台も通ってないですね。
なんかこう深夜に乗ると昼間どんだけ忙しくて疲れてても夜こうやってバイク一人でボーっとゆっくり乗ってるとなんかあれですね、頭まとまりますね。あんまりこっち来て夜って乗ってなかったんですよ。多分ね、動画で撮るの自体初めてなんじゃないかな。一応理由としてはまあ田舎だからあんま見るところがないっていうのもあるんですけど、危ないんですよ。結構治安的な意味もまあ確かにあるんですけど、この間ねちょっとね事故りそうだったんですよ。こうまあ見ての通り真っ暗っていうか、まあ東京と比べると格段に暗いじゃないですか。で僕は昼も夜も関係なくこうスモークシールドしてるんでより見えないんですよ。でこの間、まあ今日と同じように夜ボーってこうやって走ってたら道路にでかい穴が開いてたんですよ。英語ではねポットホールって言うんですけど、結構アメリカってそういうのがあるんですよ。で昼間だとそういうのがまあ遠くからでもポットホールあんなと思ってこうちょっと避けたりはできるんですけど、その時は直前になるまで見えなくってで結構でかいポットホールでもう思いっきりそこに多分その時ね4、50キロぐらい出てたと思うんですよ。もうそのままその穴にボーンと突っ込んで一瞬跳ねました。ボンって跳ねて着地したら後輪がガーって滑って危なくバイクから放り出されるところでしたね。でこうはまる一瞬前、この穴にはまる一瞬前にもう無意識ですよ。無意識にもう反射的にこう立ち上がったんですよ。こうすることで事なきを得ましたね。なんとかバイクのコントロールをねし続けることができました。まあここから結構近いんで一回ちょっと現場見に行ってみましょうか。でかいですよ穴。もうすぐですね、この辺ですね。最初僕右車線走ってたんですよ。でちょっと後ろに車がいたんで抜かせますね。こうやって右車線走ってて、で見えたかな、さっきのねこの右車線なくなりますよ的なサインを見逃したんですよ。なんかこのままこう走ってってよっとちょっと危ないんで端っこに止めますけど、よいしょ。こうそこからこう右車線をずっと走ってて、で本当はこの辺で合流しなきゃいけなかったんですけど、そのままここにぶっ込んでって、あれっす、これ見えます？これにね思いっきり40キロ50キロぐらいで、ね、はまったんですよ。でそっから入ってってそこでバウンドして、でまだ砂利道じゃないですか。だからバウンドして着地した後後輪がザザザーッと滑って、なんか一瞬すんげえアクロバティックに走って、なんとかさっきも言ったように一瞬前に立ち上がったんで事なきを得ましたけど、これはねトラップだった。マジで怖かった。アメリカねこういうのマジで多いんで、ほんとね気をつけた方がいいです、夜走る場合は。てかあんまり夜走んない方がいいと思う。はい、ということで深夜の雑談会でしたね。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。動画の内容が気に入ってたらぜひチャンネル登録と、よかったらいいねボタンも押しちゃってください。皆さんもね昼間疲れたら深夜のライディングおすすめですよ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。